達也です。本日はユーロ円をテーマに2024年度の展望を私個人の解釈を持って話していきたいと思います。はじめに今回の動画は昨日アップしたポンド円の動画と同様に月足にキャンドルスティックのみを表示してプライスアクションの視点から話していこうと思います。まず本年初頭にアップした動画のまとめがこちらになります。なお一部始終ご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼ってありますからそちらからご視聴いただけましたら幸いです。ユーロ円の本年以降の動きとして分岐シナリオが2つあります。1つ目、本年早期切り返しからレンジの上限定着。そして2つ目として上昇ウェッジのブレイクダウンからサポーティングゾーンへの順次トライ。これらを加味した上、私個人的な解釈としては本年度の相場では早期切り返しはハードルが高く、むしろ一旦調整した後に正式にメインのサポーティングゾーンをトライ後にブルートレンドへの回帰が現時点の相場から合理性があると考えています。戻りの参考は先ほどの指示ラインですね。シンプルにブルートレンドに対する修正という位置づけはキープした上で、このようにですね、メインの抵抗ゾーンにブレイクされてますので、さらに来年、再来年以降では次のレンジの上限付近へのシフトを考えています。ということで、現時点に言えること、シンプルにブルートレンドに対する修正という位置づけをキープした上、本年度の年末にストラテジーの検証と整合をしていきたいと思っています。はじめにユーロ円の長期構造を簡潔に見ていきますと、2012年の7月、この付近の安値から2020年の4月、安値を結んだ長期サポーティングゾーンおよび1998年10月高値から2014年の12月高値を結んだ長期抵抗ゾーンで示されたように大型のトライアングル保ち合いを形成していました。そして2022年の10月、この付近にトライアングルの上限を一時的にブレイク後に反落して昨年の2023年度に切り返し、現在は新たな強気変動レンジへのシフトが観察されています。そして昨年2023年度の相場は全体感として上期は切り返しによる長期抵抗ゾーンへの再度ブレイクアウト、そして下期は切り返しに対するスピード調整が見られています。より直近の相場を見ていきますと、この形線が昨年4月のものになりますが、これが2022年の最高値148円を明確にブレイクすることによってその後の6月の続伸、これにつながっているわけですね。一方で翌月である7月の形線はスパイクローでインサイドのサインを点灯したわけですが、8月9月とモメンタムが低下されました。そして10月は強気シグナルが点灯されたわけです。これがザラバに安値トライ後に切り返して強気のリバーサルとアウトサイドになります。これは本来的にスピード調整の完了と従来トレンドへの回帰を示唆したわけです。しかしながら年末の相場はこれを踏襲できずに11月のスパイク買いから12月の反落で2023年度相場を閉じました。さらに重要なサインとして先ほどのこちらの10月のサイン、こちらの安値をザラバに割り込んだことも目先の弱気シグナルとしては十分意識されるというふうに見ています。少なからずこれら形線の組み合わせが示唆することはシンプルに反落調整が継続される外是性であると考えています。したがってこれら一連の動きをもちまして、来年度2024年における相場のトライの参考としては、まずは昨年2022年の最高値が9等前水準ですから、この付近はトライがあると見ています。一方このように平行チャンネルを表示していますと、こちらの2022年3月以降の相場はこのように規則正しい一定レンジの中で上昇しています。ですから昨年11月のこちらのスパイク買いはメインの抵抗ゾーントライ後の反落、さらに翌月の続落、こういった動き自体は極めて自然であります。したがって仮にこれら支持ゾーンを明確に割り込みがあれば、いよいよ長期抵抗ゾーン水準へのトライも視野に入ってくるというふうに考えています。なぜならこの付近はブレイク前に機能が確認された重要な抵抗ゾーンであったからになります。したがって本年度目先の焦点としてはメインの支持ゾーン付近の動きを注視していきたいと考えています。最後にまとめになります。以上の前提を加味した上、ユーロ円の2024年度の展望として現時点3つのシナリオに大別されると考えています。まず第1シナリオとして上期切り返しから下期再度上限シフト及びレンジのブレイク。第2シナリオとして上期から下期にかけて上値トライなしで通年調整。第3シナリオとして
上期調整継続、下期は指示確認から切り返しということになります。まず1つ目に関しまして、蓋然性はいささか低いでしょう。なぜなら昨年の最高値付近は、遡っていきますと、1998年10月、高値付近と合致されており、11月の経線はざらばにこれをブレイクしたわけですから、上昇モメンタム拡大や続伸が想定されたわけですね。しかしながら終値はこのようにレンジの中に引き戻されており、さらに年末の反落を形成していることからも、ここは一つフェイクセットアップのサインの点灯が疑われます。つまりここでのポイントは、これによってユーロ円がトップアウトして以降永遠に高値更新が否定されるという意味ではなくて、直近のレンジブレイクが否定された上で足元の相場として続落が見込まれやすいという意味合いになります。そして第2シナリオの蓋然性は低いと言えます。理由は前提となる長期構造の底堅さが健在であるからになります。冒頭でも述べましたように、大型のトライアングル、こちらの保ち合いをブレイクして現在までブルートレンドを既存するようなインパクトのあるサインは何ら点灯されていないからになります。最後に第3シナリオに関しましては、当然ながらメインの支持ゾーン付近の動き次第になります。具体的には急騰前水準やトレンドラインの加減ということになりますが、素直に支持を得られるかは個人的にやや懐疑的であります。こちらの2020年ボトムから一貫した上昇であったことによる調整、日本銀行の金融緩和修正に伴う円買い戻しなどが挙げられます。しかしながら個人的に行き過ぎの修正という側面が最も大きいというふうに考えています。したがって2024年度のユーロ円の相場、こちら上期調整継続、そして下期については切り返しにせよ割り込みにせよ重要な支持ゾーン付近の動き次第ですね。個人的に割り込みよりも切り返しの蓋然性が比較的高いということが結論になります。つまるところ反発続落以下にかかわらず柔軟に対応した上で来年度の年末にストラテジーの検証および整合をしていきたいと考えています。時刻は1月1日朝の6時半前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。